こんばんは。今日も髪が定まんね昨日ねインスタライブをやるっていうお話をさせてもらってたんですけど、できませんでした。映画の撮影で押しに押しまくりできませんでした。すいませんでした。ごめんね。まあできたんだけど、ちょっとはゆうすけくんと。でもね、昨日はドラマ FFL の最終回だったにもかかわらずほんの少ししかできなかったんで、今日やってます。寝れました？昨日寝れてないな。しかも何があれって今日さ、ワールドカップがあったんですよ。朝の何時だっけあれ、8時をキックオフ。見るしかないやん、やっぱサッカー少年としては。それ見るためにもう早起きして着いたのをね、3時ちょいぐらい、3時ちょいくらいに家に着きました。そうなんですよ。ドラマ FFL が終了しちゃいました。悲しいね。さすがに悲しいんですけど、今日だから最終回&特別編放送配信直後生配信でございますけど、どうでした？みんな見ました？まあ、きっと見てくれたと思うんだけど、まだ見てない方もいるからあんまネタバレできないのかな。もうしちゃっていいよね、もう世の中にできってるしね。まあネタバレすることもないんだけど、俺が一番好きな回というか話数でございます。もう平和な日常ではないか、平和な旅行をしました。あとトレンド1位おめでとうございます。これは僕ら、まあ、役者とか制作陣とかまあにもおめでとうですけど、応援してくれてるリップスのみんな、ファンの皆様にもおめでとうですので、全然泣きそうになりました。本当にドラマ1位に FFL ありがとうと FFL 特別編が入って、しかも両方入ったからね、すごいことですよ。だって昨日ドクタースタンプドクタースタンプドクターストップも最終回だったみたいで、ずっとそれがねトレンド1位だったんですけど、なんと FFL が1位を巻き返した時が瞬間っていうか結構な長時間ね、嬉しいっすよね。さすがに感極まる。ドクターストーンか。今日一人だからさ、ちょけてんだけど、ちょけんの恥ずかしいんだよね、逆に。なんか可愛いさ、なんか可愛いのつけようかな。
ゆうすけくんいないの寂しいな。なんかこうやってさ一人でこうやってインスタライブするのめっちゃ久々かも。誕生日の時に福田さんと一緒にしたけど、福田さんと一緒っていうか福田さんがいたけど、ゆうすけくん来ないのわかんない。来ないんじゃない。ゆうすけくんもだって舞台本番だからね今日ね。てか台風大丈夫？みんな台風が結構今やばくて、明日のね BLT FFL のステージがあるんですけど、それはもしかしたらね、まあ大丈夫だと思うけども、てるてる坊主作って寝るしかないけど、もしかしたらの可能性もあるので、まあ、そうなったらね、きっと俺とゆうすけくんは何かみんなに楽しんでもらえる何かはすると思うんですけど、海外のファンの皆さんへのメッセージは Hello, thank you, シェイシェイ、コップンかあと、そう今日発表されたんですけど、写真集が10月2日に発売が決定しました。誕生日の日に写真集やりますよって言って、もう実はその時には10月2日発売が決定してたんですけど、ちょっと段階を踏んで発表しようっていうことになりまして、10月2日に発売決定。そして3日4日に東京と大阪で、お渡し会も決定しました。マジでやばいです、この写真集。メロい。俺メロいの意味が本当に理解してるつもりなんだけど、理解してない可能性あるからさ、ビール飲むね。マジで、テーマが七変化なんだけど、こう俺って役者でさお仕事させてもらってて、いろんな人の人生を生きてきたわけよ今まで。いろんな人の人生借りて、その人の人生を生きてきたんだけど、そういう思いというか、僕の人生というか生き様、役者としての生き様とか人生を詰め込んだ一冊になってて、7種類にとどまらず本当10種類くらい以上の僕を演じてますね。10種類以上の自分を演じてます。本当に可愛かったりかっこよかったり、ちょっといかつかったり、なんか結構そうすごい一冊になってると思います。指怪我したの。聞く？この話ちょっと聞いてほしいんだけどさ、今日雑誌の撮影があったんですよ。ちょっと解禁されるのもう少し後かもしれないんだけど、あんま喋りすぎるとあれなんだけど、雑誌の撮影でその自分の趣味をね、披露しているところをこう撮っていただくみたいな雑誌だったんだけど、俺料理好きだからさ、料理しててさ、でまな板の上で包丁こう切るんだけど、包丁第1打目でいっちゃいました。切ったっていうか、なんかちょっと血が出たくらいだけど、ちょっとそう血が出たくらいなんですけど、第1打目張り切って、よし俺ちょっとかっこいいとこ見せてやろうと思って、こう腕なんかまくっちゃって、よしやるぞっつってチョッキーンって一発目で切りました。マジで恥ずかしかったです。でもなんか
取材を受けた後だったから、俺が本当に料理が好きなんだみたいな目で見てくれるわけよ、そのカメラマンさんもスタッフさんも。だからちょっと俺もさ「行って!」とかできないわけよ。かっこつけて「あ、大丈夫です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 」ってですぐ洗って、そういうことがあって今日。まあでもそんなに大きなあれじゃないです。本当にちょっとのちょっぴんってぐらい。でも本当に恥ずかしくて、そんな一日でした今日は。何話そうとしたっけ。まあでも FFL の話をねしたいんだよ。もうまあドラマ自体は終わっちゃいましたけど、まだ全然終わりませんよ本当にこの作品は。だって明日も BLT はやりますし、まあ分かんないけど明日なんか解禁されたりするんじゃない。俺何も知らないけど。あとまあ8月2日にファンミもあったりしますし、今コラボカフェもやってますし、なんかみんなの本当光栄のおかげでというか応援のおかげで多分いろんなことがどんどん決まっていくと思うので、まだまだ放送は終わりましたけど、配信も終わりましたけど、ぜひねドラマ FFL でたくさんつぶやいてもらって、本当にもう我々チームなんでね、チーム FFL のみんなでこれからどんどんまだまだ FFL 盛り上げていきましょう。でも本当に俺 FFL のおかげで夢叶ってるんですよ。いろいろと歌出したりとか、まあ、写真集2冊目の写真集もそうですけどとか、まあこれからいろいろ解禁されていくと思うんですけど、もう俺個人だけでもいろんな夢叶えさせてもらったし、もらってる最中だし、まあもちろんゆうすけ君と2人でもいろんな夢叶えさせてもらってる最中だし、本当になんか自分がやりたいなとか、こういうことやってみたいなって思ってたことがこの作品のおかげでマジで叶ってきてて、だからもう本当に嬉しいですよ。嬉しいし、でもそのねこうやって叶っていってるっていうのは絶対みんなの力もあると思うし、てかほぼそれがそうだと思うし、本当にだからこっから12ヶ月くらい多分相当いろんなものが解禁されたりとか、いろんなものが発表されますけど、僕バーイベもありますしね。バーイベというかファンミーティング7月12日に、で明日からその僕のファンミーティングに関してはゲストと MC の解禁するんですけど、はい、もう誰来るか分かる？みんな分かんないかな。楽しみにしててくださいよ。あともう別にこれ喋ってもいいんですけど、また改めて発表はするんですけど、ファンミーティングの配信も決定しておりまして、あさってかなどっかで配信発表されると思いますので、公式発表ね。なんでぜひね、来れない方だったりとか、まあ地方に住んでる方だったり海外に住んでる方はぜひね配信で見てもらえたら嬉しいです。僕のオリジナル曲も3曲歌うんでぜひ見てください。本当にね寂しいね。でもね、いざ終わっちゃうと、まだまだこの作品とか FFL は終わらないにしてもドラマが一回終わっちゃうっていうのは寂しいよね。配信そうあさって発表されますので、もうこれは喋ってもいいよって言われてんだけど、いつ発表したいって言われて2週間前くらいでいいんじゃないですかって言って2週間前の28日になりました。まだ今日飯食ってないんだよね。
やっと。てかもうねやばかったんですよ。456月で123ドラマ4本と映画3本やりまして、もうやっとそれが昨日終わって、やっと落ち着いてます。落ち着いてはないけどまだ全然。7月の頭からまた始まっちゃうんですけど、でもなんか怒涛の日々がやっと落ち着いて、もうお酒飲んじゃってますけど。なんかゆうすけくんも言ってたけどさ、なんて言ってたっけ、なんかさっきゆうすけくんのね投稿でめっちゃいいこと言ってんなと思ったんで、役ごちゃごちゃにはならないですよね僕。なんか現場で雰囲気違うから全然こっちにはなんない。なんか質問答えようかな。なんか一人でインスタライブするとさ、あれだよね、なかなか何喋っていいか分かんないよね。あ、これ好きなセリフは、これあるんですよ。これ特別編なんですけど、善が最後の方で言う「お前と一緒にいる時の俺が好き」っていうセリフなんだけど、亮と一緒にいる時の俺が好き、まあどっちでも同じ意味なんだけど、お前と一緒にいる時の自分が好きってさ、めっちゃ素敵じゃない？俺めっちゃ素敵だなと思っててさ、その芝居してる時めっちゃ泣きそうでさ、だってさ、自分のことってまあもちろん好きになれるけどさ、まあ亮君と善君もそうだけどさ、こう世の中に70億人以上人がいる中でさ、たまたま高校が一緒になって出会って、でましてやそうやってライバル、敵対する関係でずっといてさ、もちろん敵対感情ではない部分もあるけど、でもその中でさ、お前と一緒にいる俺が好き、自分のことを、お前と一緒にいる自分のことを好きになれるってめっちゃいいなと思って、なんか俺はなんかそのセリフでもう相当ジンときて、ゆうすけくんにもずっと話してたけど、そう松さんの言葉選びが素敵なんですよ。本当に作品どのセリフを切り取っても、原作者さんの末広松さんのもちろんエッチなシーン多いですけど、すごい人間関係が深く描かれているなと僕は思っていて、なんか争ってる内容とか喧嘩してる内容ってちょっとしょうもなかったりするんですよ。例えばその二見が入ってきてとか勘違いしてとかしょうもないし、なんか子供っぽいなと思うけど、そこに真剣になれる二人の素直さもそうだし、お互い不器用でなんかすごい愛せますし、なんか本当にいい作品とキャラクターに出会えたなって思いますね。松先生いる？松先生いる？松先生、こんばんは。恥ずかしいからこの話やめますね、じゃあそうだからぜひもう一回1話から見直してほしいね。1話から見直してまたいろんな発見あると思うから。あ、そう、ゆうすけくんが言ってた言葉思い出したわ。あ、松先生がスタンプうるうるてってやってる。松先生、りょうくんと善くんを産んでくれてありがとうございます。
僕と出会わせてくれてありがとうございます。本当に幸せです。また会える日楽しみにしてます。続編期待してます。みんな今のうちだぞ。松先生が見てる間に続編期待してます。あ、そう、ゆうすけくんが言ってたそのセリフっていうか文で、こんなにロスったのが初めてみたいなゆうすけくん書いてたんだけど、こんなにロスったっていうか、こんなにロスったか、ロスになった作品初めてって言ってたんだけど、全く俺も一緒でさ、こんなになんか名残惜しいというか、ドラマが終わってしまうのが、あれつい最近さ1話始まったばっかりだよねみたいな感じでずっと思ってたんだけど、あっという間にね、やっぱ楽しい時間とかさ、ほんと一瞬で終わっちゃうじゃん。そういう感覚でした。ほんと毎週毎週さ FFL を見て好きになってくれる人が増えていく実感を感じるわけですよ。なんかもうそれがすごい幸せでさ、ぶっちゃけさ最初のさ解禁、これ結構言ってる人もいるけどさ、なんか期待してなかったみたいな声を見たりするの、全然最初の段階ではあんま期待してなかったみたいな声も見たりとかして、松先生が前向きに考えていますだって。やばいね、やばいよやばいよ。ビールなんか飲んでる場合じゃないよ。ビールなんか飲んでる場合じゃないけど、ちょっと1話を思い出してね、はい俺の勝ちっつってね。いや続編ちょっと期待しようかな。じゃあ先生、何の話したっけ？何の話したか忘れちゃった。こうやってインスタライブってさ、自分の顔見ちゃうんだけどさ、こっち見ればいいの？今目合ってるというか画面見てる？こっち？わかんねえ。まあちょっとね、話したいことなんて山ほどあるんですけど、時間が限られておりますので、またいずれというかちょっとタイミングでインスタライブしようかな。この後は FC 配信で続きのお話と、FC でしか話せないお話もしようかなと思うので、もしまだ入会されてない方がいたら今ですよ、今がチャンスです。待ってます。ファンクラブカモン、ハッピーファンクラブ、ナンバーワンハッピーファンクラブ、オーナー is ナンバーワンクール、ハッピーボーイ、世界一の福利厚生、ありがとう。何分くらいやりますか？インスタライブ終わってから3、4分 ?2、3分くらい経ったらやろうかなと思います。
なんか話したいこといっぱいあるね。でももうダメだ、時間が来ちゃうわ。あっという間だわ。やばい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 。一回切るよ、一回切るよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、一回切ります。皆さん、とりあえずご視聴ありがとうございました。